外反母趾から膝の痛いのまで様々な足の症状の黒幕と言えるものが過剰開内オーバープロネーションという症状です。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回はちょっと趣向が違うというか、先に言うと過剰開内オーバープロネーションというものについての話なんですけど、私は基本的には皆さんが実際の悩んでるものの話から話をしてることが多いんですね。例えば足が痛いって言うんですけどとかね、太ももが太いって言うんですけどという話から入ってる場合が多いんですけど、今回のは逆に皆さんに知っていただきたい足の病気の黒幕の話なんです。もう足の太いのも外反母趾なの、足の太いのごめんなさい、ほんまに太い人はごめんなさい、歩き方で太い人の話ね。何言ってんの、なんか話ややこしくなってきましたけどね。で、例えば巻き爪なのも魚の目なのも全部膝痛いのも、もう足の病気のありとあらゆるものに噛んでるのが過剰開内というものなんです。概念としてちょっと聞いたことなかったりとかするんで難しいかもしれないですけど、これを理解してると正しい歩き方がなんで必要なのか、どういうのが正しい歩き方なのか、どういうことをすれば膝が痛くならないのか、足が太くならないのか、そういうのに全部つながっていくんです。だから皆さんにとったら難しくても分かりやすくできるだけ喋るので、どっかできっちりと理解しておいていただいた方がいいなと思ってこれ動画撮ってます。だからだいぶ迷ったんですけどね、この動画作るのね、難しいんちゃうかな。でも足で悩んでる人にとったら絶対必須な話で、私の教えてる先生とか私の治療に来た患者さんにはこれをきっちり理解してもらうことで皆さん足が良くなっていってるんでね、ちょっと頑張って説明をしてみますね。では内容です。まず過剰開内とはどういう状態のことか、そしてそれをどうすればよいのかについてお伝えしていきます。今回の動画をご覧になることで、あなたは足のあらゆる病気の黒幕といえる過剰開内について詳しく理解することで、様々な足の病気に対する予防法や治療法というのを理解することができ、実行することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導、動作改善の専門家でもあります。できれば世の中に正しい情報や有益な健康情報を広めたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube というのは仕組み的に皆さんが押してくださる高評価ボタンとかチャンネル登録をしてくださってる数でどれぐらいこの動画が拡散されるかが決まっていくみたいなんですね。ですからもし皆さんがよろしければ高評価ボタンやチャンネル登録、もしくはコメントなんかも書いていただくとそれも評価に上がるみたいなんで、そんなのをいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。では過剰開内っていうもの、オーバープロネーションというものですけどね。ちなみにオーバープロネーションというのは過剰というのがオーバー、英語でね。プロネーションというのが開内なんですけれども、この話をするにあたってそもそも過剰の前に開内っていうものについて理解しておいてもらわないと話が進まないんで、これをお伝えしたいなと思います。まず人間の足っていうのは、これ足ですよね。足っていうのは私も勉強する前はこの状態のままパタパタ歩いてるのかなと思ってたんですけど、実を言うとそうじゃないんですよね。足の形って大きく分けて歩くときに2つの形を行き来して歩いてるんです。その行き来する形の一方を開内、プロネーション、関西弁か、プロネーション、プロネーション、まあ何でもいいや、開内プロネーションというんですけど、もう一個の形を開外スピネーションっていうんです。写真で言うとこんな感じですね。で、じゃあこの2つの足はなんで歩く時に形が行ったり来たりするようになってるかというと、端的に言えば歩く時の足の衝撃を吸収するためにこの2つの形を行き来できるように作られてあるんですね。具体的に説明してみましょうか。まずこのプロネーションの足の状態を上から撮影したやつを見てみてほしいんですけど、足の甲の辺りの骨に隙間があるというか緩んでる状態っていうのが分かりますよね。でもう一個のスピネーション、開外の方の足を見てもらったら骨ががっちり組み上がってるのが分かりますよね。で、日常的にどっちで普通生活してほしいかというと、もちろん締まってる方なんですよ。そうじゃないと力が支えられないというか伝わらないんでね。だからこのガチッと組み上がった状態の開外で普段生活をしてほしいんだけど、ただこの状態のままもし皆さんが足を下ろして歩く時にね、着地をしちゃうと衝撃が直通で膝や腰に上がってきちゃうんですよね。だからその2本足で歩くっていうのは4本足よりは衝撃吸収しにくいので、それはすごく負担だから着地の瞬間だけいくらかでも足の甲のこの足首の下のところで衝撃を吸収できるように、人間の足っていうのは骨が細かく分かれて出てたんです。で、着地の瞬間にこのがっちり組み上がってた骨がばらけることで衝撃を吸収するっていう風にできてあるんですよね。うまいことなってますよね。誰が考えたか知らないけれども。で、着地の瞬間だけだからばらけた足、これを開内って言うんですけど、開内して、あとは開外、開内、
海外、海内っていうふうに繰り返して歩いてるんです。ちなみに割合で言うとどれぐらいかというと、着地の一瞬だけ海内ということは、全体で言うとざっくりで言うと82とか91で海内は一瞬です。ほとんど海外なんです。ニュートラルを通って海外になりますね。参考までに、海内とは足全体でどんな動きをしているかで説明すると、つま先よりも膝を内に入れると海内、つま先よりも膝が少し外に来ると海外という形になります。私他の動画でもよく言っているのは、内側を踏みしめるっていうのは、特殊な時だけで基本足は外側に乗ってるんですっていうのは、そういうことでもあるんですけどね。まずここまで大丈夫でしょうかね。これが足の仕組みです。だから海内と海外を繰り返して衝撃を吸収して歩いているっていうのが基本なんですけど、ただ皆さんもうちょっと鋭い人気づいたかもしれないですけど、内側踏みしめる感じにすると海内になるんですけど、この海内をしっぱなしになっちゃうとどうなるかです。皆さんがもしも内側を踏みしめてずっと内側踏みしめてたら、ずっとこの骨の緩んだ状態で歩くっていうことになっちゃうんですよね。そのことを何というかというと、過剰海内っていう一番最初に出てきた状態になるんですよね。オーバープロネーションって言います。だからオーバープロネーションというのは日本語で言うとね、海内しすぎじゃなくて、正確に言うと海内しっぱなしっていうニュアンスなんです。だから海内しっぱなしで歩いちゃってる人は、まず足がグラグラで歩いてるってことですね。その骨がガッチリになってないから。だからレゴブロックみたいにカチンとはまるものを全部外して乗ってるからグラグラなわけです。グラグラだと当然疲れやすいし、当然足は上がりにくいからつまずいたりすること増えるし、でグラグラを踏ん張ろうと思ったら力入れるからむくんだり冷えたりしやすいしっていう感じなんです。でそれをさらにグッとそこからグラグラなのを踏ん張って力を入れて蹴るように歩くと外反母趾になったり、そのグラグラのやつを前でぐーっと体重支えるためにぐーっと爪に力入れて巻き爪になったり、こんな感じでオーバープロネーションで発生したグラグラをどうカバーするのかっていうのを、どこでカバーしたかで膝が痛くなったり股関節が痛くなったり軟骨が消耗したり足底筋膜炎になったりとか、いろんな病気になっていくんです。だから本当はこのスピネーションの状態、もともと皆さんが持ってる本来の足の骨のガチッとした状態であればめちゃくちゃ楽なんです。立つのも歩くのもちょっとびっくりするぐらい安定します。同じ足かと思うぐらいなんですよね。だからそれは自分で使い比べてみなわからないですけれども、私たちの歩き方はゆるかかと歩きという教えてる歩き方はこれを取り戻す歩き方なんですよね。本当はただ単にだからかかとで歩くという歩き方じゃないんです。でそれをするともうびっくりするぐらい楽。こんなに力入れなくて立てんのっていうぐらいなんです。それはなんでかというと、今まで皆さんが力を入れないと立てないような足の骨の状態になってたという話なんですね。これなんとか広まらないかなと思ってるんですけどね。今一生懸命いろんなところの人が協力してくれて、この理論を確立しようとしてくれてるし、広めようとしてくれてるんですけど、本当はそれが安定したら姿勢もめちゃくちゃ楽だし、腰や首や肩も支えるの楽だし、歩くのは楽だし、外反母趾なんかも当然良くなるしっていう風なやつなんです。ただ簡単ではないですけどね。なんでかというと、一度崩してしまった歩き方を元に戻すのはやっぱり難しいことではありますけど、オーバープロネーションというのはそういうことだと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。ではどうすればいいのかですけど、私がオーバープロネーションかどうかっていうのは正直言うともうほとんどみんなオーバープロネーションに近い。女性はほとんどみんなと言ってもいいかもしれないですね。なんでオーバープロネーションが発生するかっていうのはいろいろ理由があって、その人によって違うけど、例えばファッションの影響とかスポーツの動きの影響とか、あとは怪我などの影響とかしつけの影響とかで出るんですけど、なんせ今その素養は全体で言っても7割ぐらい、女性だったらもっとですねぐらいあります。だからみんな私それ関係あるなって。だから太ももが太い人とか前ももが太い人とか、膝の内側に肉ついてる人とか、膝が痛い年配の女性とか、年配じゃなくてもですけどね。であとは巻き爪になってる人とか魚の目になってる人とか外反母趾ある人、みんなそうです。これみんなオーバープロネーションは噛んでるんです。でそのオーバープロネーションを改善することが今のやつを一網打尽にすることにつながるんだけど、それができる歩き方が私の教えてるゆるかかと歩きってやつなんです。だからめちゃくちゃ効果があるんですけどね。だから一番はゆるかかと歩きを取り入れていただくのが一番いいですね。これらの動画のコメント欄見ていただいても、ゆるかかと歩き習いに行かなくてもとりあえずやってみただけでまず外反母趾の痛みが消えましたなんていう人いっぱいいるし、でどうせだったらきっちりとした歩き方一回どっかで習っておきたいという人は指導員にもちろん行った方がいいし、そうじゃなくても私たちの動画見てなんとかかけらでも取り入れていただくとすごく楽になりますよね。ただその際に注意していただきたいのは、
ゆるかかと歩きという言葉の印象だけでかかとで歩きゃいいのかとか、そういうふうに雑に考えないことですね。今さっき言ってたように、私の教えてるそのゆるかかと歩きというのは、最終的にプロネーションスピネーションが綺麗に機能して、プロネーションが8人の2とか1ね、スピネーションが8人の8の方ねぐらいになるような感じで可変するような歩き方なので、簡単ではないんですよ。ただもともと皆さんが生まれ持ってた歩き方だから、そこに戻ることができるのはできるんだけど、入り口だけでも効果があるし、ちょっとやっただけでも効果があるけど、きっちりできたらめちゃめちゃ効果があります。だからあんまり甘くも見たらダメだけど、とりあえずまずやってみるというのもすごく大事ですね。いかがでしょうか。できるだけ分かりやすく説明したつもりなんですけど、どうでしょうかね。うまく伝わってればいいな。で、とにかく足って使い方があるんだなって思っていただいたらいいんです。2本あるから交互に出したら歩けるんやとか、そういうことじゃないんです。使い方あるんです、やっぱり。だからその使い方を正してないから足の形がどんどん変形したり痛みが増していくだけで、その使い方をちゃんとマスターすることができたら、足はものすごく役立つんでね、ものすごく楽になるし、最後まで自分の足で歩いて生きていくことはもちろんできるようになるので、頑張って取り組んでみていただいたらいいんじゃないでしょうか。